It's you 無限へと散らばれ始まりの合図に消え光る見つけたよ心が安らぐ My home My home Yuta at home 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホーム、この番組は NCT127 のユータが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さてですね、最近の僕ですけど運動をですね相変わらず頑張っています。みんなね本当に運動を始めてほしい。なんかね悩みある人、なんかモチベ上がんないなっていう人、運動を黙って1時間してください。はいなんかね気分がすごい上がるのよ、一日のね。で最近さ韓国は天気もいいから終わった後の空気といいこう日差しがね、なんか普段俺こんなとこにいたっけなっていう錯覚を起こすわけなんですよ。でちょっとねおしゃれなカフェの前に立ち止まって目を閉じてコーヒーを片手に俺は今ロンドンにいるとかね、まあ想像するの好きなんで、なんかそういうことを考えながら一人でねちょっとテンション上がってる感じですね最近は。天気ってね、まあ運動もそうなんですけど、天気って本当にね人を変えると思うんですよ。なんかこう環境がさ人を俺はね変えると思ってるので、今の天気がねずっと続いてくれればな、俺めちゃくちゃ一日中ハッピーなんだろうなって思いますね。なので梅雨来るのめちゃくちゃ嫌だなって、なのでねこの梅雨が来るまでこのちょっと少し風がこの心地いい天気のいいこのね一日を楽しんでいきたいなと思っております。はい、さてこの番組は僕ら NCT127 の曲はもちろんその他皆さんに僕が今届けたいいい曲をたくさんオンエアしていきたいと思います。まあ少し早いんですけど気分の良くなるこの曲からスタートしたいと思います。 NCT127 でサマー127。 Yuta at home NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム、以前はですね23時に僕が何をやっていたのかプライベートのお話をするその23時のユータコーナーっていうねコーナーをやっていたんですけど、全国放送に合わせまして、各局で放送時間がね少し違うのでいろいろな時間のユータを紹介できればなと思います。で一番北にある放送局は FM 岩手なんですよね。でその FM 岩手ではユータアットホームが火曜日の夜9時なので、今回は21時のユータということで、とある日の21時に僕が何をしていたか発表したいと思います。最近はですね、別に特別なことはあんまりしてなくて、9時頃は基本ねもうやることをね全部終えて基本ねこうもう家にいますよ。でみんな知りたい9時に何してるか。俺が何をしてるかというとね、基本海外ドラマを一人で見てます。はい、海外ドラマ見てます。まあ最近ね英語の勉強もしてるんですけど、で海外のドラマを一日何本か見ようということで最近見てるんですけど、で You っていうねネットフリックスオリジナルなんですけど You 君がすべてっていうドラマがあるんですけど、それね何気なく見たんですよ。何気なくこうバーって見てたらあれみたいな、これ面白そうだなと思ってもうねドハマりしちゃって、9時から夜の9時からもう朝の6時ぐらいまでねバーってシーズン2まであるんですけど、シーズン1もう僕はシーズン2まで全部見たんですよ。でもその時当時の9時のユータはシーズン1を一気見してましたね。まあそのなんていうの、あらすじはですね、そのプライバシーの侵害というか、なんかこう今のこの時代だからこそこの怖いなんかちょっとプライバシーがないみたいなちょっと恐ろしさを描いたのがこのね You っていう君がすべてっていうドラマなんですけど、まあ一人のね男の人がこう一目惚れした女性をつけ回すんですよ。もう何から何まで
もうあらゆる手段を通してもう彼女の携帯を盗んで何して家入り込んでみたいな、なんかちょっとね想像してたストーカー劇とはちょっと違って、最後までなんかめちゃくちゃ意外な展開で、あっという間にね僕も全10話なんですけど全話10話一気に見てしまいました。なんかこういう徐々に 1,2 話はねこうバーって見てたんですよ。ああこういうドラマかみたいな。でもこの回が進むにつれてやっべえこれ離れられないっていうこの変な感覚があるドラマなんで、しかもこれ僕にはない感性なんで、こうストーカーだったりこの執着っていうね、なんか僕にはない視点だったのですごい面白かったですし、みんなもね興味があればぜひ見てください。はい、なんか宣伝しちゃったよ。9時に何してるかって聞かれたのに宣伝しちゃいました、ネットフリックスさん。はい、ということでした。そしてですね、今回は久々のユーターズパワープレイということでですね、毎週テーマに沿ったこれね僕のオリジナルチャートトップ3を発表するコーナーなんですけど、今週のテーマはですね、ずっと言ってるんですけど運動するって言ってるので、ね、運動するときに聞けばテンションが上がるベスト3ですね。これね迷ったんですよ、これにしていいものかと。なんでかっていうと、ユータは好きだけどみんなが好きかはわからないっていうね。しかも一応発表するね、ベスト3はですね、ブルーノーマーズのですねヨングガールズっていう曲なんですけど、これねベスト3から1まで発表するけど、これ順番があってですね、なんでブルーノーマーズのねヤングガールズをナンバー3にしたかというと、一番初めに僕ね5キロ走るんですよ。5キロ走るんですけど、その時にこれで体と頭を目覚めさせるの。Hey yo white girl っていうとこでこうあははははってやって、で2番目ぐらいでちょっときつくなってきたなぐらいの時にラルクアンシェルさんがですねチェイスという曲をね追いかけられてる感じでこう想像しながら逃げるんですよ。俺が追いかけられてて逃げるみたいなね。でナンバー1はみやみさんのバンっていうね、このラジオで紹介したことがあるんですけど、これはね本当にテンションが上がらずにはいられない曲というかですね、この曲は運動してる時もう 4,5 回聴くんじゃないですかね。でここには入れなかったんですけど、前回もねこう紹介したことがあるクイーンのですね The Show Must Go On っていう曲があるんですけど、あれはもうやりたくねえ、今日やりたくねえって思った時に聴くんですよ。じゃあもう曲のなんかこう迫ってくる感じとかでこうちょっと俺が主人公みたいな想像をして奮い立たせて運動しています。はいこれさっきのさ9時のやつより俺の結構変なところ語ってる気がするね。今日はですねこの3曲の中から1曲をお届けしようと思うんですけど、ラルク・アンシエルさんとみやびさんは結構ねこのラジオでも何回か紹介させてもらってるので、今回はですねブルーノーマーズのヤングガールズを皆さんにご紹介したいと思います。それではブルーノーマーズでヤングガールズ。 NCT127 ユータのユータアットホーム、お送りしたのはブルーノーマーズでヤングガールズでした。ちなみにですね運動を最近ね頑張ってて、こう今ねユーターズパワープレイでもこう何の時に何を聞いてみたいな話をしたんですけど、これ運動の話をするとさ、運動の話をこう詳しくしていくとさ、みんながさこういやこれ俺のあれかもしれないんだけど、この見たいとかさ見せてっていう人が少なからずいらっしゃると思うんですよね。で恥ずかしいのよそれはね。なんでかっていうと別にそんな筋肉質でもないし、でも頑張ってますよっていう話なんですけど、最近はですね肩と胸のね筋肉を鍛えております。でこうやっぱりね胸を鍛えていくとこうやっぱねきつくなっちゃうんですよ。できつくなる時にそこでやっぱりこのラルク・アンシェルさんのね曲だったり、さっきはチェイスをね紹介したんですけど、でそのきつい練習を終わった後に絶対聴く曲があって、瞳の住人っていうねすごいいい曲があるんですよ。でその曲を聴きながら癒されて、もうその瞳の住人になってます僕は、運動が終わればね。なんかそんな感じでいつもねこうパターンがあるんですよ。そうだそれとね僕最近
運動をしてるんですけど、運動が終わった後にさらにねこう自分を追い込もうと思って、皆さん知ってますか？何だったっけ、田畑式トレーニングだったかな、知ってます？20秒こうあれどうやって説明したらいいんだろうね。ジャンプしてなんか腕立てみたいな体勢取って、ジャンプして腕立て伏せの体勢を取ってみたいなのを20秒繰り返して、で10秒休んで、で20秒またやってみたいな、そういう田畑式トレーニングっていうのがあるのよ。でそれを友達が教えてくれて、これやった方がいいよって言われて、あ、そうか、やってみようと思って、最近ねそれをねこう全部のトレーニング終わった後にやってるんですけど、まあねきついマジでやばいよこれね。痩せたい方はぜひやってみてください。やばいよあれ本当に。20秒やって10秒休んで、20秒やって10秒休んでを本当はね8セットするんだけど、俺はねまだ6セットしかやれてない。8やったら死んじゃうと思っていつも6やってます。はい、そんな感じでまあ僕は運動する時もこう音楽と一緒にいつもやってますね。そしてですね、リスナーの皆さんからもメッセージをたくさんいただいていますので、少しご紹介していきたいと思います。マークリー・ジョンソン畑、ゆうたくんただいま。毎週この時間を楽しみにしています。早速なのですが、私には1つ下の弟と8つ下の弟がいて、すごいですね。一番下の弟とは仲がいいのですが、1つ下の弟とは仲良くなりたいのですが、仲良くなれなくて喧嘩ばかりしています。お姉様がいらっしゃるゆうたくん、こういう時はどうしたらいいのですか？最近 NCT に助けられることが本当に多いです。いつも素敵な歌やパフォーマンスありがとうございます。これからも大好きです。スカヘハートハートといただきました。一つ下の弟とは仲良くなりたいのですが、仲良くなれなくて喧嘩ばかりしていますということですね。いやもうね、今のこの僕にそう送ってくれたメッセージ通りでいけばどうですか？スカヘハートハートみたいなね、しっかり言ってあげてますが、弟さんがさ、例えば家帰ってきて勉強頑張ってた、じゃあスカヘって一言言ってあげてください。くしゃみをした時はなんて言うんでしたっけ？ 3、2、1、いらっしゃいませ。そうです、いらっしゃいませです。すいません、ちょっとふざけましたが、やっぱね、家族はね、仲いい時もあれば仲良くない時もあるんですよ。何が言いたいかというと、何気ない一言をこう添えてあげるだけでもいいんじゃないでしょうか。と言っても僕も当時はそんなね、何気ない気の利いた一言を添えてあげることはできませんでしたが、マークリー・ジョンソン畑さん、名前が長いマークリー・ジョンソン畑さんもね、こうスカヘでもいいですし、いらっしゃいませでもいいですけど、何でもいいんですけど、弟さんにこう一言声をかけてあげてください。でもし弟さんがなんやそれって思ったとしても、それをね続けてあげてください。それが結構いいコミュニケーションになると思います。はい、じゃあ次行きたいと思います。ポテトさん、毎週このラジオを楽しみに仕事を頑張れています。いつもありがとうございます。突然ですが質問があります。ゆうたくんには昔から長く聴き続けている曲はありますか？もしゆうたくんが昔から聴いていてずっと好きな曲があれば教えてください。これからも体調に気をつけて活動頑張ってくださいということですね。早く会いたいです。応援しています。ありがとうございます。ちなみに私の昔から好きな曲は帰り道、アンダーラスト、グラマーラススカイ、ナナスターリング、ミカナカシマで未来の地図 MI ですね。渋いですね。グラマラススカイとかは僕も結構好きですけど、なんだろうな、昔から聴いてる曲、なんか当時もうちっちゃい時から聴いてた曲っていうのはあんまりこう聞かないんですけど、僕はね、なんだろうな、こう例えば日本人の子と一緒にいる時に、例えばこう懐かしい話になるとするじゃん。でイントロドンとかもよくやったりするんだけど、そういう時にねやっぱりねこう昔の曲でわーこれ聴いてたなって思うのは、もちろんラルク・アンシェルさんだったり、アシュト・ブロック・ジェリーさん ABC だったりで、最近すごい盛り上がったのがスキマスイッチさんの僕ノートとかね、ドラえもんね、でグリーンのはるか、これは卒業式とかの話で盛り上がったし、レミオロメンさんの粉雪とかね、あとバンプオブチキンさんのカルマとかは結構その曲をイントロドンで出してくれた時におーってやっぱなりましたね。なんか青
世代の曲っていうか、あの当時さ、聴いてた場所とかさ、その、歌以外にもこの思い出があるじゃん。自転車通学しながら聴いてたな、この曲とか。なんかそういうふとした時にこう、思い出す曲ってなんか、未だに今聴いてもいいなって思っちゃいますね。そんな感じですね、僕は。はい。さて、番組もあっという間に終わりの時間となりました。わお。じゃあ、今週のラストナンバーに行きたいと思います。今週のラストナンバーは NCT127 で Welcome to my playground。 Yuta at home. NCT127 ゆうたのゆうた at home。 Yuta at home. 今週の NCT127 ゆうたのゆうた at home いかがだったでしょうか皆さん。やっぱりなんか先週よりもめちゃくちゃ短く感じるのは気のせいかな。めちゃくちゃあっという間でしたね。なんかこのラジオ始まって僕ね、今更認識というか気づいたんですけど、俺ね、一人で話すの好きだわ多分。なんかごめんね、なんかこの前はさ、なんか一人で話してる俺のシュールな気持ちわかるとか言ってたけど、ごめん、俺一人で喋るの好きだわ。もちろんさ、ゲストの方が来て、チャンミン先輩が来てくれて、いろいろな話をして、また違った面からその人を知れるっていうのはすごい魅力的ですし、すごく面白いんですけど、やっぱりね、一人が慣れてきたのかな最近。なんかこのレコーディングルームにも愛着湧いてきたしね。多分ね、今メンバーで一番レコーディング室に通ってるの僕じゃないかなっていう、そんな感じがしますけど、なんかやっぱりこっちにいたら韓国語で話すからさ、日本語で話す機会があんまりないので、これからもね、このラジオで、どんどん、皆さんとお話ししていければなと思います。ということで、皆さんの声を僕にどんどんこれからも届けてほしいなと思います。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。Twitter のハッシュタグは英語でゆうた@homeです。それではお別れの時間となりました。皆さん、NCT127 ゆうたのゆうた@home、 DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も、僕のお部屋に遊びに来てくれたら嬉しいです。それでは皆さん、さよなら、バイバイ。君を笑わせてクラウンズ、過去に置いてきたキングスクラウン。カラカラに乾くシートン、それでも叫べよ Get loud Cause you're my only one